皆さん、こんにちは。ここはうちの近所の山です。この辺に住んでいる人の散歩コースになっています。この山、400メートルちょっとしかないんです。なので、行って帰って40分ぐらい。簡単に登れる山です。気持ちのいい山なので、今日はこの山を登りながら日本語の勉強をしましょう。これ、なんて書いてありますか？禁煙。禁煙です。タバコを吸ってはいけませんという意味です。もうすぐ見せたいものがあります。これです。古墳です。古墳というのは昔の人のお墓です。ここは1300年前のお墓です。日本の古墳といえば、だいたいこういうイメージです。なので、これは古墳っぽくないですが、古墳です。山で人とすれ違うときには挨拶をします。おはようございます。おはようございます。今歩いてきたのは舗装された道路ですが、ここからは舗装されていない山道を行きましょう。ちょっと急な坂になっています。山道を歩くといつも思い出す小説があります。夏目漱石の草枕です。草枕は山道を登りながらこう考えたで始まるので、山を登るといつもこの最初の部分だけ思い出します。かっこいいのでちょっと読みますね。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に竿させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。これは人間関係について語っています。文体が古くて読みにくい小説なんですが、この最初の部分だけはよく覚えています。これは鉄塔ですね。なんて書いてありますか？危ない。登るのはやめましょう。って書いてありますね。言われなくても私は登りたくないですが、皆さんはどうでしょうか？登りたいですか？白い矢印があります。新しく書いた漢字ですね。ここにも矢印があります。親切ですね。矢印をたどっていきましょう。
この矢印の上はさっきの舗装された道路です。矢印は道路に戻れと言っていますが、道路に戻らなくても頂上に行けるので、この矢印は無視します。こちらの岩の方を登ります。ところで、さっきから鈴の音が聞こえていますか？私の熊鈴の音です。熊鈴は熊にここに人間がいるよと音で伝えています。熊は普通は人間の近くに寄ってきません。でもたまたま出会ってしまうと襲われる可能性があります。なのでこういう鈴で音を出して熊に出会わないようにしています。日本の山には熊がいるので、山に行くときに熊鈴を持っていく人も多いです。もうすぐ頂上です。頂上に着きました。ここから富士山が見えますよ。ガスで曇っていることが多くて、富士山が見えないことも多いです。今日は富士山が見えてラッキーでした。この動画を撮ったのは8時前です。早めに来たので良かったのかもしれません。小屋に行ってみましょう。こういうところにはよくノートが置いてあります。そのノートにはメッセージを書けます。日付と名前と感想を書く人が多いです。でも今日はノートがないですね。皆さんにお見せしたかったのに残念です。では帰りましょう。さっきの小屋はこんな感じでした。ここがさっき登ってきた道です。下るには急なので、帰りは道路から行きます。こちらが道路に通じる道です。音が聞こえますか？下にいる人の熊鈴みたいです。これはのろし台です。のろしというのは合図のことです。昔は電話などがなかったので、敵が攻めてきたなどの情報を煙を使って遠くから合図しました。その合図のことをのろしと言います。ここが今いる山で、こちらがそののろしを使っていた武将、武田信玄が住んでいた場所ですね。今は武田神社になっています。これ、寄付者様ご法命と書いてあります。これを建てるのにお金を出した人の名前と金額が書いてあります。
では道路を下りましょう。あそこにいる人が写真を撮っているように見えます。こんにちは。何かいるんですか？これを見てただけで。葉っぱですか？すみません、ありがとうございます。鳥がいるのかと思ったら、葉っぱを見ていたそうです。木漏れ日という言葉知っていますか？木という漢字はこの場合子と読みます。漏れは漏れるで、隙間などからこぼれ出てくることです。日、日は太陽の光のこと。つまり木漏れ日というのは木の葉っぱの隙間からこぼれてくる太陽の光のことです。とっても綺麗な言葉ですよね。木漏れ日って綺麗な言葉だなと思った人は、ぜひ動画のいいねボタンを押してください。これからも素敵な言葉を紹介しますね。あれはトイレです。外のトイレは汚いことが多いので、私はできるだけ行かないようにしています。ここがどんな感じかちょっと見てみましょうか。思ったより綺麗です。ちゃんと管理されています。はい、ではさらに下っていきましょう。あそこに人が見えますか？あそこはさっき私が登っていった道です。その反対側に下る道があります。ここですね。さっきは道路から登ってきましたが、今度は山道を下りましょう。ここはそんなに急ではないので歩きやすいです。アナウンスが聞こえますか？この山は公園のすぐ後ろにあります。その公園には野球場があって、野球の試合のアナウンスがここまで聞こえるんですね。私がこの山が好きな理由は、家のすぐそばにあるからです。山道を歩いていれば、すごい山にいるみたいなのに、実は町がすごく近いので、手軽に山を楽しめます。私は辛い山登りはあまりしたくありません。これぐらいのちょっと行ってすぐ帰ってこれる山が最高だと思います。皆さんはどうですか？皆さんは山登りが好きですか？皆さんの家の近くに登りやすい山はありますか？ぜひコメントで教えてください。では今日の動画はここまでです。いつも皆さんのコメントに励まされています。今回のコメントはこちら。Thanks. I read your email about motivation. I do hope you keep doing this if it brings you happiness. Thank you. It brings me happiness, so I'll keep doing this. Thank you so much. 静岡ブルースさん、ありがとうございます。
実はこの前、私のニュースレターでやる気、モチベーションについて書きました。ちょっとすごく疲れてました。でもYouTube の更新頻度を下げて今後のことをいろいろ考えていたら、また元気が出てやる気が湧いてきました。今後もこういうウォーク&トーク系の動画は出していきますので、楽しみにしていてください。あと、もしよかったら友達にも私の動画を勧めてもらえると嬉しいです。それから最後にもう一つ、私は動画で日本語の音声について学べるサブスクコースを作っています。自然な発音で日本語を話したいとか、日本語のアクセントってどうなってるんだろうって思う人はぜひ入ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。じゃあ皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。またね。